皆さんいかがお過ごしでしょうか。文系アカリストのハテナです。はい、ということでですね、いやー、手出してしまいましたね、このパキポデューム。いやーもうね、私最近は20畳弱のテナント部屋から4.5畳の狭いね、自宅の部屋に引っ越し作業っていうのも着々と進めているところです。で、そんな中、なかなかね、アクアリウムっていうのが、できてなくてですね、ずっとね、やりたいなっていうふうには思ってました。で、今回私、初めてですね、オーバーフロー水槽に挑戦をするということになります。オーバーフロー水槽といえばかなりね、ろ過容量も多くて、いいなっていうふうに思うんですけど、やっぱり高いですよね。そういう意味ではなかなか一から全て機材揃えるってなるとまたそれだけでねかなりの金額かかりますので、私いろいろ迷いました。迷った挙句30缶のオーバーフロー水槽に挑戦してやろうというふうに決めました。っていうのも実はこれ45センチ幅のろ過槽をかなり以前に購入しておりまして、せっかくなんでねこいつ使ってやろうというのをずっと思ってたんですよね。こいつも自作できなくはないと思うんですが、やっぱりね私初心者なのでっていうのと、この30缶自体もちょっと購入しました。これも私にとって初めてのね、オーバーフロー水槽ですので、最初に全て DIY っていうより、まずは既製品とか、使いながら、原理をね、理解してからだと思いますので、これはちなみにフリマアプリで購入した30缶になります。はい。で、水槽自体に穴を開けるためにこちらを用意しました。これ、ホール槽っていうんですかね。直径 60mm のホール槽を購入しました。はい。今回のね、作業の中で一番多分これが最難関というか、私が一番緊張するね、工程です。水槽に穴を開けていく作業になります。はい。もういきなり開けるとダメだと思いましたので、とりあえずこんな風にね、木で、型を作って、で、そこにですね、ホール層を沿わせて、穴を開けていくと。そんな風なことを考えました。で、先ほどのホール層 60mm 直径のものを使いまして、普通に、これはベニヤ板ですね、に穴を開けていくと。これ自体はね、もう全然難しくないと言いますか、私今まで穴はね、かなり木材に開けてきましたので、こういう風に簡単に穴を開けることができました。で、今回使う水槽、先ほどお見せしたアクリル水槽、90センチのアクリル水槽になります。ガラスよりは穴開けるの多分簡単だと思うんですが、とにかくね、もうこれ失敗したら終わりなんで、めちゃくちゃ緊張しています。先ほどのホール層のこのドリルをですね、これ外すことができますので、こんな風にもうホールの部分のみを使います。はい、ということで準備ができました。先ほどのね、穴開けたやつ、これをね、下敷きと言いますか、土台にして穴を開けます。さあ、無事に穴が開くんでしょうか。緊張の瞬間です。結構すぐね穴開くと思ったんですけど、意外とこれやっぱ力入れるとね割れたりするともう最悪なので、ちょっと一回これ、土台外して確認したんですが、なんとなくね、肩はちゃんとついてるのでいけそうな感じはするんですが、どうでしょう。はい、無事開きました。ちょっとね拍子抜けするぐらい簡単でした。簡単だったんですが、ここからねちょっとこれ水槽台に穴を開けていこうと思って、これね私もう失敗してるんですよね。これ皆さんお気づきでしょうか。実はこの時点でねちょっと失敗ポイント1個あるんですよ。この水槽台、私が自作で作った水槽台になりまして、穴をね開ける位置とかはこれ全然、間違ってなくて、大丈夫は大丈夫なんですけど、先ほどの同じね 60mm の直径のもので、水槽台ごとですね穴を開けてみました。いや、この時点でねちょっと全然私頭になくてというか、構造自体理解してなかったんでしょうね。実はこのね30缶のオーバーフローなんですが、水槽とねこのパーツで挟み込むような形になりまして、水槽台の穴はもっと大きい穴を開けないといけなかったんです。ちょっとねその辺を私分かってなかったというか、いやちょっといきなり失敗しました。でこれね水で穴を開けた時のこのアクリルのねこのゴミっていうのを、水で洗い流してます。でこれね多分やるべきじゃなかったですね、こんな風に。穴の下にねバケツ一応置いてるんですけども、全然違うところに水飛び散ってたので、おすすめはしません。ということでここでね一旦先ほどの失敗のリカバリーをしないといけません。こんな風に穴がね小さすぎたので、この穴を広げていく作業に移りたいと思います。本来ならば 60mm よりもねちょっと大きい直径のもので、ホール層で穴を開けるっていうことだと思うんですが、ちょっとなかったのでもう仕方がないのでね、こちらのトリマ
はい、DIY でもね、めちゃくちゃお世話になったこのトリマーなんですが、こいつを使って無理やりね、広げていこうと思いまして、今、なんとか頑張ってやっております。もうフリーハンドでなんとか円形に、広げてみました。この辺はですね、見た目っていうのは、正直ね、あんまり気にしないでも、隠れる部分なので、そこは気にしないでもね、いいかなと思います。で、この水槽台、こいつね、ちょっとだいぶ心配でっていうのも、めちゃくちゃ重いですよね。で、2x4 材で作った自作のこの水槽台、やっぱりね、かなり重量あるのと、なんせでかいんで、90センチのね、水槽台ってなると、やっぱりこのサイズが、なんとかこう、螺旋階段と自宅の、階段2階に、持ってくることができまして、非常にちょっと安心したというか、もうほっとしております。引っ越し作業してるの気づいたんですけど、意外とね、螺旋階段、そんなに運ばれへんかなと思ったんですけど、意外とね、この90センチ水槽台とか、こういうサイズのものでも全然、下ろすことができたので、この1年で螺旋階段ね、運べるものと運べないもののね、なんとなく見分けがついてきました。ということで、アクリル水槽、こちらもですね、このように運んでまいりました。このアクリル水槽の良さは、本当にこの軽さですよね。これ全然ね、一人でも、運ぶことできますので、私みたいにお友達いらっしゃらない方にはおすすめです。それでは早速配管パーツの取り付けに移りたいと思います。これですね、シールテープと言いまして、このね、水漏れとかを防ぐために、このつなぎ目とかにこのね、テープを巻いていくと良いということをネットで、見つけましたので、ちょっとやってます。これね、果たして意味があるかどうかっていうのはあんまりよくわからないんですが、こんな風に、ゴムでね、しっかりこう挟み込むような形状になっております。で、ここからですね、配管に必要な塩ビパイプですね、これをね、ちょっと自分で、用意しまして、カットしていきます。パイプカッターとかでもね、全然できるんですけど、もうね、私この丸のこ持っておりますので、これでもね、全然カット当然できますので、パーツのね、ちょっと細かいこの寸法とか、その辺をね、割愛させていただきますが、私が用意したのは、細いのと、ちょっと太めのやつ、この2種類をね、カットしました。で、ここからね、太い方のパーツの方にドリルで穴を開けていきます。かなり恐る恐る穴を開けてますが、これね、開けにくいんですよね。やっぱりこのパイプ自体が丸いので、このコロコロ転がってしまうんですよね。ぜひこれね、やられる方は手とか、気をつけていただいて、最大限ね、注意をして開けていただくようにお願いします。穴の数とか位置はもう本当に適当です。直径 9mm のドリルで、4列ですね、こんな風に穴を開けました。で、そのパーツの先にこんな風にエンドキャップをはめ込んで、とりあえずね、このパーツは出来上がりということになります。で、今ね、排水側のパーツをちょっと仮にね、組んでみてるんですが、こんな風にこの L 字のパーツとかも組み合わせながら、いろいろですね、こう、水を、循環させていって、こう、落としていくと、いう形になりますので、先ほど穴を開けたものっていうのが、排水用のパーツですね。この塩ビパイプはですね、ホームセンターとか行ったら、普通にめちゃくちゃ安くで手に入るものになりますので、ぜひね、使ってみてもらったらと思います。で、このエスロンという接着剤で塩ビパイプをつなげていきます。この接着剤使わなくてもですね、配管される方っていうのもいらっしゃると思うんですが、私はやっぱりこれ自宅でやっておりますし、万が一の水漏れっていうのがね、本当にもう致命的な状態になりますので、とりあえずこれ内側と外側に、こんな風に塗っていきまして、で、パイプをつなげたら、1分間ぐらいしっかり手で固定をすると、そんな使い方をするようです。コツとかね、ちょっと初めてやったんであんまわからないんですが、あんま塗りすぎるのも良くないなっていうのは思います。中の方にね、垂れてましたので、あんまり塗りすぎも良くないのかなと思いながら、私はめちゃくちゃべちゃべちゃね、塗りたくっちゃってるんですが、部屋の換気をね、しっかりしていただいて使ってもらったら大丈夫かなと思います。で、これ接着なんですが、非常に簡単でした。こんな風にね、1分間これでしっかり手でぐっと押さえることで、結構強固にね、接着しましたので、これをね、結構真似してやりやすいんじゃないかなと思います。
はい。で、すべてのね、この塩ビパイプをこの接着剤でつなげるんではなくて、メンテナンスのことを考えてですね、もう使わないところっていうのも何箇所か設けてあります。で、先ほどのね、シールテープを、塩ビパイプに巻きつけて、これね、ちょっと一応水漏れ防止のためにやろうかなと思ってやってるんですけどね、このネジとかの部分じゃないんで、このシールがね、こうずれてくるんですよね。はい。ということで、もうちょっとこの辺はもう諦めてと言いますか、はい。もうシールテープなしで、やろうという風に決めました。はい。ちなみに配管部分こんな感じになります。実はこれ L 字部分のパーツ1つ減らしたんですが、ちょっとね、ろ過層の高さと合わなかったので、はい。ちょっともう泣く泣くこんな形状にしました。はい。で、ろ過層のポンプですね。それがこちら、コンパクトオンの多分線だと思いますね。はい。こんな感じで細いね、塩ビパイプとホースで、接続をしました。で、その細い塩ビパイプからこのピストル部分に接続すると、はい。こんな感じになりました。基本的に全てこのろ過層の上、上部の部分にこの配管通っておりますので、接着剤塗ってなかったりだとか、この配管のね、シールテープ、ないところとかが水漏れ発生しても大丈夫かなっていうふうに思っています。はい、すべての準備整いましたので、いよいよね、注水実験をしていきたいと思います。いや、これちょっとね、二重の意味で緊張しておりまして、まずね、水漏れしないかっていうのと、床が耐えられるかっていうね、このちょっと2点ですよね。90センチ水槽だいぶ重いですし、ろ過層のね、重みもあるんで、一応多分大丈夫かなと思ってるんですが、果たしてどうなるでしょうか。一応ご心配されている方のためにね、お話をしておきますと、私の家、軽量鉄骨造になりまして、ちょうどね、この90センチ水槽を置いてる位置の下、ここに柱ちゃうわ、針か。が通ってるんですよね。で、2本多分通ってて、一番ここがこの部屋の中では、耐荷重的にはね、針的には強いところっていうことを選んだつもりではいます。ただね、実際この水槽を支えているこの土台部分っていうのは、当然木材で、やってますし、フローリングその上に引いてるんでね、その辺が耐えれるかっていうところなんですが、満帆に入れて、いけました。はい、結論から言うと、とりあえずね、今のところは、はい、いけてますね。ろ過層自体に水を入れても、重量的にはね、多分、このまま何もしなければ大丈夫っていう感じはありますが、地震とか起こったらね、ちょっとどうなるかっていうのは不明なところではあります。はい、では最後のチェックです。水を回してうまくね、水が流れて回っていくのかっていうのを最後に確かめたいと思います。これで水漏れ発生したらまたちょっとね、組み直したりしないとあかんかなと思いながら、はい、うまくいきました。はい、いやーよかったです。とりあえず、はい、これね、ウールボックスにガバガバって水流れてるんですけど、この辺はね、全然ウールマットとか入れるんで、多分音は軽減されると思いますが、はい、この透明なですね、30缶、いや、めちゃくちゃ綺麗ですね。なかなか自作でやるってなるとこういうねクオリティっていうのは難しいですので、これはこれで買ってね良かったんかなっていうふうには、今は思いますね。はい、とりあえずね、水漏れもなくうまく配管もできたなっていうことで、今回初めての30缶のオーバーフロー水素うまくいきました。いや、良かったです。はい、ありがとうございます。はい、ということで今回私初めてオーバーフロー水槽に挑戦したということで、はい、皆さんいかがだったでしょうか。なんとかですね、うまくいってるのかなというふうには思います。はい、でここからの流れはですね、ちょっと急いでいかないといけないんですよね。はい、っていうのもまだ借りているテナント物件の引き渡しっていうのが5月末に控えておりまして、まだねあっちにもちょっと中古の方なんですが90センチのアクリル水槽に生体かなり入っている状態なんですよね。ですので、こちらの水槽を立ち上げて、早くその移動をしないと、そっちもね片付けがなかなかできないっていう風になってしまいます。はい、ですのでね、ちょっとこれもしばらく、試し運転で回してみて、でうまくいけば一刻も早く立ち上げ作業に移ってですね、はい、ちょっとクオリティとかはあんまり考えないで、とりあえず、立ち上げて一刻も早く水を作ってですね、こっちに移していこうというふうに思っておりますので、そのあたりもね、ぜひご覧いただければというふうに思います。
はい、ということで、もう引っ越し作業もかなり佳境に近づいておりまして、もう水槽自体のね、移動とかはもうほぼほぼ終わっております。水槽台とかね、まだ使ってたやつっていうのはちょっともったいないんですが、もうこの際処分するしかないなっていうふうには思っておりますし、まだまだね、ちょっとやらないといけないこといっぱいありますので、その合間に動画のアップもなんとかしていこうというふうに思っておりますので、またよろしくお願いいたします。ということで、本日も最後までご視聴ありがとうございました。ぜひこの動画が良ければ高評価、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。それではまた。